謎。昔、あるところに一人の王子がおりました。王子は世の中を歩き回ってみたくなりましたので、忠義な家来を一人だけ連れて出かけました。ある日のこと、王子はとある森の中に入り込みました。そのうちに日が暮れてきました。けれどもまだ宿屋が見つかりません。それで王子は、今夜はどこで夜を明かしたものだろうかと途方に暮れてしまいました。とその時、一人の娘が小さい家の方へ歩いていくのが目に留まりました。そこで近寄ってみますと、それは若いきれいな娘でした。王子は娘に声をかけて言いました。娘さん、今夜一晩私と家来と泊めてもらえませんかね。それはまあお泊めすることはできますけど、と娘は悲しげな声で言いました。おすすめはいたしませんわ。お入りにならない方がようございます。どうしていけないのですか、と王子が尋ねました。娘はため息をついて答えました。実は私のママ母は悪い術を使いますし、それによその方には親切にしないんですの。これを聞いて王子は魔女の家へ来たことを知りました。けれどももう真っ暗で、これ以上先へ行くことはできません。それに別に怖いとも思いませんでしたので、王子は中へ入りました。ばあさんは炉端の肘掛け椅子に腰掛けていましたが、赤い目で旅の人たちをじろっと眺めました。そして、よく来たね。腰を下ろしてゆっくり休むがいい。としゃがれた声で言いました。けれどもその様子はいかにも親切そうでした。ばあさんはプープー炭を吹いて小さな深い鍋をかけ、何かを煮始めました。それを見ますと、娘は二人に気をつけるように注意して、ママ母は悪い飲み物を作っているんですから、どんなものでも飲んだり食べたりしてはいけませんよ、と申しました。二人は明け方までぐっすり眠りました。二人は出かける支度をすっかり整えて、王子は早くも馬に乗りました。その時、ばあさんが言いました。ちょいとお待ち。出かける前にお別れの飲み物をあげたいからね。ばあさんがその飲み物を取りに行っている間に、王子は出かけてしまいました。家来の方は馬の蔵をしっかり閉めなければなりませんでしたので、一人だけ後に残っていました。するとそこへ悪い魔女が飲み物を持ってやってきました。これをお前さんのご主人に持って行ってあげておくれ、と魔女は言いました。ところがその途端にコップが割れて、中の毒が馬に跳ねかかりました。と、どうでしょう。それはものすごい毒だったものですから、たちまち馬はその場に倒れて死んでしまいました。
家来は主人の後を追っていってこの出来事を残らず物語りました。そして蔵をこのまま捨てていくのも惜しいからと言って再び蔵を取りに引き返しました。ところが死んだ馬のところまで来てみますと、もうカラスが一羽馬の上に止まって死んだ馬を食っているのです。今日のうちに何かもっといいことがないとも言えない。家来はこう言ってそのカラスを殺して持って行きました。それから二人は一日中森の中を歩き続けましたが、それでも森の外へ出ることはできませんでした。やがて日の暮れかかる頃、二人はようやく一軒の宿屋を見つけて中へ入りました。家来は宿屋の亭主にさっきのカラスを渡して晩のごちそうに料理するように言いました。ところが二人は人殺しの巣の中に飛び込んだのです。ですから暗闇に紛れて12人の人殺しどもがやってきました。そいつらはこの旅の客を殺して持っているものを奪い取ろうというのです。けれども仕事にかかる前に人殺しどもはまず食卓に着きました。宿屋の亭主もあの魔女もその仲間に加わりました。そしてみんなでさっきのカラスの肉を刻み込んで入れてあるスープを一皿ずつ飲みました。ところがこのカラスの肉には馬の肉の毒が伝わっていたからたまりません。一口二口飲み込むか飲み込まないかのうちにみんなはその場に倒れて死んでしまいました。生き残ったのはただ一人、亭主の娘だけでした。この娘は心の素直な子で、こんなひどいことには何の関わり合いもなかったのです。娘は旅の二人に扉という扉を残らず開けて、中に積み上げてあるたくさんの宝物を見せました。けれども王子は、これはお前がみんな取っておきなさい。私は何もいらないから。と言って家来と一緒にまた馬に乗っていきました。二人は長いことを歩き回った後、とある町へ来ました。その町には美しいけれども大層思い上がったお姫様が住んでいました。お姫様はもし自分に解けないような謎を出すものがあったら、その人を自分のお婿さんにしよう。その代わり、もし自分がその謎を解いたら、その男は嫌でも首を切らねばならないというお触れを出していたのでした。お姫様は3日の間考えることになっていたのですが、大変賢い人でしたので、出された謎はいつも決められた日の来ないうちにちゃんと解いてしまいました。王子がこの町へ着いた時には、すでに9人もの人がこんな風にして命を落としていたのでした。誰も彼もがお姫様のあまりの美しさに目がくらんでしまって、自分の命を懸けてもいいと思ったのです。王子はお姫様の前に出て謎を出して言いました。一人が一人も殺さないのに12人殺したものは何でしょう。
お姫様にはこればかりはなんだかわかりませんでした。いくら頭をひねって考えてみても見当もつきません。謎の本もいくつかさらってみましたが、本にも書いてはありません。つまりお姫様の知恵が種切れになってしまったのです。お姫様はもうどうしていいかわからなくなってしまったので、次女に言いつけて王子の寝室に忍び込ませました。次女はそこで王子が夢を見て何か言うのを聞いてくるように言いつかったのです。なぜって、お姫様はひょっとしたら王子が寝言を言って謎のことでも言い明かしはしないだろうかと考えたのです。けれども利口な家来は主人の代わりに自分がベッドの中に入って寝ました。そして次女がそばまで来ますと、次女が身を包んでいたマントをいきなり剥ぎ取って、この女を鞭で打って追い出してしまいました。2日目の晩にはお姫様は次女をやってうまく聞けるかどうかとにかくやってみるように言いつけました。けれども家来は今度もまたマントを剥ぎ取ってやっぱり次女を鞭で打って追い出してしまいました。そこで王子は3日目の晩は大丈夫だろうと思って自分のベッドに寝ていました。ところが今度はお姫様が自分でやってきました。見ればお姫様は薄ネズミ色のマントを身にまとっています。そしてお姫様は王子のそばに腰掛けました。お姫様は王子が眠って夢を見ているのだと思いましたので、王子に話しかけました。なぜって、こうすればよくみんながするように王子も夢を見ながら返事をしてはくれないかと密かに願っていたからです。ところが王子は目が覚めていたのです。そして何もかも心得てちゃんと聞いていたのでした。お姫様が一人が一人も殺さなかったのは何ですかと尋ねました。すると王子が答えました。毒がかかって死んだ馬を食べたために死んだカラスだよ。お姫様はさらに尋ねました。それで12人を殺したのは何ですか？それはそのカラスを食べてそのために死んだ12人の人殺しのことだよ。お姫様は謎の答えがわかりますとそっと抜け出そうとしました。ところが王子がお姫様のマントをしっかり押さえていたものですから、お姫様は仕方なくそれをそのまま置いていかねばなりませんでした。あくる朝、お姫様は謎が解けたとお触れを出しました。そして12人の裁判官を呼び出してその前で謎を解いてみせました。すると謎を出した王子が自分の言うことも聞いていただきたいと願い出ました。お姫様はゆうべ私のところへ忍んで来られて私から残らず聞いてしまわれたのです。さもなければ解けるはずがございませんと言いました。それを聞いて裁判官は口々に言いました。ではその証拠を持ってきなさい。そこで家来がマントを3着持ってきました。裁判官たちはお姫様がいつも着ている薄ネズミ色のマントを見ますと、このマントに金糸、
銀糸の縫い取りを押させなさいませ。そうすればお姫様のご婚礼のマントになりましょう。と言いました。